先輩方、私だ。もうやはり隠せないかなということで、もちろん分かっていた。応答しなければいけないかなと分かっていたことなんだが、そう、山梨県の今現在行方不明になっている子供の失踪事件のことなんだが、メールももちろん結構な数来ていたということだ。おそらく私は誰よりも早く結果を分かっていた。しかしその結果を言わなかった。あえて言わなかったということだ。なぜならばもう分かっている通り、非常に言いにくい結果だったからということだな。もうほとんどの国民の人、ほとんどの先輩方が分かっていると思うんだが、9月21日に行方不明になっている千葉県の小倉美咲さんかな、7歳の女の子が行方不明になっている事件。その美咲さんは一体どこで消えたのか、どうなっているのか、どこにいるのかというのを先輩方は非常に興味深いであろう。はっきり言おう。この山梨県の何だったっけ、椿荘オートキャンプ場かな、名称が。この辺の何ていうか状態というか、分かりやすく言うと大自然に囲まれているというのは言うまでもないことだな。例えば猛獣の群れ、例えばクマの群れというのが非常に多い。もちろんクマというのは人間をいとも簡単に食い殺す殺傷能力を持ち合わせているということだ。ましてや7歳の女の子なんかは、最初はおもちゃのように遊んで、それで食い殺す殺傷能力を持っているということだな。他にもこの近辺にはイノシシの群れも数多く存在している。イノシシかわいいみたいな感じで思っている人間は多いと思うんだが、残念なことにイノシシというのは人間を食い殺す殺傷能力を持ち合わせているということだ。ましてや7歳の女の子なんかはいとも簡単に食い殺すだろうな。他にも猿の群れもこの近辺は多く存在しているということだ。先輩方、現代の流行で今はキャンプなんかが流行っているようだが、これはしっかり分かっておかなければいけないことというのはあるんじゃないかな。自然に生かされているということを一番最初に認識しておかなければいけないということだ。自然は人間のものではないということだ。山に入ればそれ相応の覚悟というのが必要になってくるということで、山を完全に支配している獣のテリトリーに立ち入ることというのは、命を預けると
覚悟して入らなければいけないということだ。私は最近の配慮でこんなことを言ったことがあると思う。熊と格闘する力というのを備えておけと。つい最近言ったはずだ。まあ今はわからないかもわからないが、いずれわかる時が来るであろう。しかしまあ被害がどんどん増えているようだな。ボランティアで探している人々というのが行方不明になったり、崖から落ちたり、悲惨な状況になっているのは言うまでもないことだな。それでこの小倉美咲さんが今現在生存しているのかどうか、この世にまだ存在しているのかどうかというのをはっきり言ってしまうわけなんだが、遠慮なく言わせていただくとする。小倉美咲さんはこの次元に存在していない。重要なことなのでもう一度繰り返す。小倉美咲さんは現在この次元に存在していない。この世に存在していないということだ。非常に残念ではあるが、存在していないということだ。あれと少し思った先輩方いることであろう。この次元って何だと。この次元にいないということは他の次元にいるのかと思ったことであろう。鋭い先輩方ならばそう思うであろう。その通りだ。この次元にいないだけで他の次元に存在している。それは一体いつどの次元に移ったのか。これは私どもは大体のことでしか把握していないということだ。16、17世紀に移動してしまったということだ。というのもこの近辺というのは磁場異常空間が非常に多いということだ。何と言えばいいか。例えば磁石の針がぐるぐる回るほどの磁気異常地帯が多発しているということだ。何と表現すればいいか。超回帰ゾーンに小倉美咲さんが突入してしまった、いわゆる禁断の地に足を踏み入れてしまったということだ。もう分かることであろう。そう、時空に完全に吸い込まれてしまったということだ。時空の穴に吸い込まれてしまい、この次元から完全に消滅してしまったということだ。非常に残念ではあるが、これが今回の小倉美咲さん消滅事件。世間一般的に言われている神隠しそのものだな。だから私は注意喚起として言ったはずだ。磁場が不安定だということを言ったはずだということだ。はっきり言うが、私どもはこの時空の穴、いわゆる磁場に吸い込まれた人間の行方というのを探すのはほぼ不可能だということだ。大体の年代というのは分かるけれども、その範囲というのを狭めることというのはできないでいる。今現在分かっていることというのはおそらく1700年代に移動しているということだ。しかも1700年代
の日本ではなく、おそらくなんだが北ヨーロッパだな、北欧と言われている地域に完全に飛んでしまっているということだ。よっていくら探しても出てこないということだ。そしてこんなことを思うかもわからない。戻ってこれないのと思ってしまうかもわからないが、確率的には非常に低いということだ。ここのコントロールというのはもう高次元のものしかできないから、もう私どもというのは介入できないということで、ほぼ可能性はないと考えていてくれ。いいな。奇跡が起きればいいかもわからないが、ほぼないと考えていてくれ。いいな。ということで、あまり言いたくはなかったが、これが現実だ。いいな。ということで、今日はこの辺で終わりとする。緊急連絡だな。今日は以上だ。